熱狂的なファンダムを形成した女性音楽家と聞いて、あなたは誰を思い浮かべますか？こんにちは。美食を愛するフルート奏者金子さくらです。本日は才色兼備、波乱万丈、時代に翻弄されつつも熱狂的なファンダムを形成した人気女性音楽家シャミナードについてご紹介します。第1章では今回の動画の音楽について、第2章では彼女の人生について、第3章ではこの楽曲と合わせていただきたいお食事を考察してご紹介します。第1章コンチェルティーノについて。シャミナードのフルート協奏曲コンチェルティーノは、彼女がパリ音楽院から1902年に移植され、フルート奏者で教授のポール・タファネルに捧げられました。この曲には面白い通説があります。シャミナードがフルート愛好家の恋人に対して怒りを込めて書いたというのです。このフルート愛好家の恋人が彼女を捨てて別の女性と結婚したため、当てつけに彼が到底演奏できないほど難しい曲を作曲したとのことですが、真偽のほどは定かではありません。しかしこの曲は非常に人気があり、現在でもフルートのレパートリーの中で重要な位置を占めています。曲はロンド形式で書かれており、技巧的なパッセージと美しい旋律が特徴です。なお、この後私が演奏した音源を流しながら字幕で曲の細かい構成を皆様にご紹介していきたいなと思っています。シャミナードの人気は彼女がサロン文化の中で活躍したことによってもたらされました。彼女の音楽は一般市民からも支持され、シャミナードの名前を冠したファンクラブが設立されるほどでした。彼女の音楽は軽やかで親しみやすく、特に女性たちの間で広く愛されました。彼女の人気はフランス国内だけでなく、イギリスやアメリカでも高まりました。第2章、彼女の人生について。1、ビゼーとのつながり。シャミナードはアマチュアバイオリン奏者だった父親と、歌手でありピアニストであった母親のもと、自然に音楽と慣れ親しんで育ちました。父親はイギリスの保険会社グレシャムに勤務し、シャミナードが生まれた頃には高い地位についていました。一方で母親は貴族の出であり、経済的にも非常に恵まれた環境で育ちました。シャミナードは1857年にパリで生まれて、幼少期に高級住宅地であるル・ベジネへ引っ越しました。そこではなんと素晴らしい出会いがありました。なんとお隣に住んでいたのがあの有名なオペラ作曲家ジョルジュ・ビゼだったんです。彼女は幼少の頃からピアノを弾き、教会のために曲を作り始めていました。ビゼは彼女の才能を高く評価し、1869年に彼女の家族を訪問した際に彼女の才能を称賛しました。またビゼはシャミナードがパリ音楽院へ入学できるように尽力しました。しかしシャミナードの父親は、両家の子女は妻となり母となることが使命という考えを絶対に曲げませんでした。シャミナードが個人レッスンを受けることは許し、彼女はピアノ、和声、作曲のレッスンをフランス最高峰のパリ音楽院の教授たちから直接受けました。シャミナードのベジネの自宅はサロンコンサートを開催する場所となり、ビゼをはじめシャブリエ、グノー、マスネ、サン・サーンスなどの作曲家たちが訪れました。この環境の下でシャミナードは自作を披露し、知的で豊かな音楽的刺激を受けました。ここではジェンダーによる差別を超えて、純粋に作曲家としての賛辞や尊敬を受けることができました。2、イギリス王室とのつながり。シャミナードの音楽はイギリスでも大変に人気があり、
特に1892年からロンドンでのコンサートは大成功を収めました。彼女はしばしばイギリス王族の前で演奏し、ウィンザー城での演奏会にも招かれ、女王自身も彼女の演奏を楽しんだと伝えられています。ビクトリア女王の葬儀では彼女のプレリュードが演奏されました。シャミナードのコンサートツアーは世界各地に及び、その知名度はどんどん広がりを見せ、ドイツ、ハンガリー、トルコも含めた東西ヨーロッパ各地からイギリス、そしてアメリカへも訪問しました。イギリスでビクトリア女王のお気に入りとなり、たびたび招待を受け御前演奏を行ったことが知名度につながったと考えられます。その後、1908年に始まったアメリカ合衆国へのツアーは、ホワイトハウスでの演奏など活躍はさらに広がりを見せ、彼女の音楽家としての成功をより盤石なものとしました。他の作曲家との関わり。ほぼ同時代を生きたフランスの男性作曲家にクロード・ドビュッシーがいます。今に至るまで世界的な名声をものにしています。2人の作風には大きな違いがあり、ドビュッシーは印象派と呼ばれる曖昧な調整感に美しさを求める作風を主としましたが、シャミナードはあくまで旋律をはっきり打ち出し、明快な調整感のある作風を主としました。シャミナードは一方で作曲家としての詩、ビゼーの影響の他に、ドイツのロベルト・シューマンを好み、作風も大きな影響を受けていました。シューマンにはユーゲントアルバムという子ども向けの商品を集めた作曲集がありますが、シャミナードもこれに倣い、子どものアルバムというものを書いています。この活動の背景には、サロンで培った音楽的経験が大いに役立ちました。そして彼女のピアノ作品や歌曲は一般の音楽愛好家の女性たちのお気に入りとなりました。気軽で弾きやすい作品を書くことで、女性たちがこぞって楽譜を購入し、演奏を楽しみました。この一連の活動が音楽の世界に身を置く女性作曲家の存在を知らしめることにもつながりました。彼女の作品は女性たちからの幅広い応援・サポートによりこのように開花したと同時に、女性作曲家として当時では稀に見る確固たる収入の道を得ることとなりました。世間の酷評に負けなかった彼女の人生。第一次世界大戦後、シャミナードの音楽はほとんど忘れ去られてしまいました。その背景には女性作曲家に対する偏見がありました。彼女は軽いジャンルの作品に焦点を当てると取るに足らないとされ、大規模な形式の作品に挑戦すると女性らしさがないと批判されるというジレンマに直面しました。ファンクラブの熱狂。シャミナードの作品はアメリカでも非常に人気があり、シャミナードクラブという音楽クラブが全国に広がりました。これらのクラブは女性アマチュア音楽家たちによって構成され、1904年までに約200の支部が存在していました。クラブの名前はシャミナードの名前をアナグラムにしたもので、集中した努力、調和、芸術的理想などなどを意味しています。1908年のアメリカツアーではカーネギーホールのリサイタルがほぼ完売し、$5000という当時では驚異的な売り上げを記録しました。さらに1910年には彼女のピアノ曲のヒットを記念して、イギリスの香水会社からシャミナードの名前を冠した香水が発売され、大人気を博しました。その後の人生のまとめ。1913年にシャミナードは女性作曲家として初めてレジオン・ドヌール勲章を受章しました。この勲章はフランス政府によって与えられる最高の栄誉で、民間人及び軍人の卓越した功績を表彰するものです。彼女は1901年に
20歳も年上の音楽出版社ルイ・マチュー・カルボネルと結婚しましたが、2人は仕事のために住まいを別々にしました。しかし結婚から2年後にカルボネルが肺の病に倒れた後、数年間つきっきりで介護をし続けました。第一次世界大戦中は看護師として働き、その間も演奏活動を続けました。しかし1920年から1930年代にかけ健康が悪化し、1938年には左足の切断手術を受けました。彼女のコンチェルト・シュトゥックがヨーロッパやシカゴで成功を収めたにもかかわらず、アメリカは1892年まで作品に対する著作権が確立しておらず、作品がパブリックドメインとして扱われてしまっていたため、作曲家への十分な保護がなされていませんでした。そのため彼女が当然受けるべき作品への対価は乏しいものでした。一方でフランスでは出版社の変更はありながらも契約は長らく続きました。還暦を過ぎるまで作品を書き続けましたが、時代の潮流は確実に変わってゆき、彼女の作品は以前ほど売れなくなってしまいました。かねてからの病も伴い、晩年は経済的に厳しい環境に置かれ、姪の住むモンテカルロで亡くなりました。そんな晩年にシャミナードを深く感動させた贈り物があります。それはファンからの手紙です。アメリカの音楽雑誌エチュードが企画したキャンペーンの結果、世界中からお誕生日のお祝いの手紙が届いたのです。どれほど彼女の心を温めたことでしょう。素敵なエピソードです。第3章、シャミナードはどんなものを口にしていたのでしょうか。考察してみましょう。1860年代のル・ベジュネは高級住宅地として発展しており、その食文化もまた豊かで洗練されたものでした。ル・ベジュネはパリから約 16km の距離にあるのですが、シャミナードの物心がつく頃にはパリとル・ベジュネを結ぶ鉄道が整備されていたようです。これによりパリのビジネス街で働く人々が郊外に住むことが容易になりました。ル・ベジュネは風景設計家ポール・ジュセフ・ルノワールによって計画され、曲がりくねった道路、湖、庭園を取り入れ、自然と調和した美しい街となり、魅力的な高級住宅地となっていたんです。そのためこの地域の裕福な住民はパリの影響を強く受けていたため、フランス料理の伝統が大いに反映された食生活を送っていたと考えられます。この頃のパリにはあのエスコフィエが活動していました。エスコフィエがパリで作っていた料理は当時のフランスの上流階級の思考を反映しつつ、後に彼の名声を確立するような創造性と革新性に富んでいました。エスコフィエは料理界に革命をもたらしています。それまでの非常に装飾的で複雑な料理から、よりシンプルでエレガントなプレゼンテーションへと進化させました。彼の料理は素材の持ち味を引き立てることを重視しました。しかし現代料理の父とまで称されるエスコフィエも名声が広がるのは1880年代からであり、1860年代はパリで修行の身でした。シャミナード幼少期はエスコフィエ以前の装飾的で複雑な料理がまだ流行っていたのではないかなと考察します。フランス料理のクラシカルなスタイルを確立し、特に複雑なピエスモンテ、飾り料理や豪華な宴会料理で知られているのはアントナン・カレームです。もしかするとアントナン・カレームと聞いて、あの音楽は関係あるのではとひらめく方いらっしゃいますか？アントナン・カレームは王の料理人、料理の王と称されるほどの人です。彼はロスチャイルドの主催のサロンコンサートで当時新進気鋭の若者ピアニストだったあのリストと
コラボ演奏会をしています。料理とリストのピアノでパリ社交界で大注目となったあのサロンコンサートに関わっていたあの料理人です。ですからもしかするとシャミナードはこのような食文化に触れていたことがあったかもしれないですね。1860年代の高級住宅地に住む富裕層の食文化の中心には豪華なディナーがあり、特にフランスの上流階級で一般だった多数のお皿で構成される食事が特徴的でした。前菜にはフォアグラやカナッペ、続いてスープ、魚料理、肉料理、そしてデザートと続くコースメニューが一般的だったと考えられます。地元で採れる新鮮な食材やフランス各地の名産品が豊富に使用されていたことでしょう。当然ワインも重要な要素であり、食事に合わせて厳選されたワインが提供されていました。ボルドーやブルゴーニュなどフランス各地の名高いワインが好まれていたと考えられます。またル・ベジュネのような高級住宅地では庭園やパティオでの食事も楽しむことができ、季節ごとに異なるメニューが提供されていました。このような食文化はパリの影響とともに地域の豊かな自然環境を生かして発展しました。これらの情報を踏まえて私はチャット GPT に質問をしてみました。1860年代のパリで上流階級のディナーパーティーを開催するとして当時の評価の高かった高級ワインとアントナン・カレームの料理のペアリングを教えてくださいと尋ねてみました。以下がその料理とペアリング例です。皆さんはどう考えますか？これらを準備してシャミナードの音楽聴いてみたくなりませんか？ 1. オマール・テルミドール。どんな料理かというと、ロブスターの身を白ワインとクリームソースで和え、グリュイエールチーズをかけてオーブンで焼き上げた料理。合わせるワインはシャトーマルゴー。このボルドーの赤ワインは豊かな果実味とバランスの取れたタンニンが特徴で、ロブスターのクリーミーな風味とよく合いますということです。そして2品目、カナール・オランジュ。オレンジソースで煮込んだ鴨肉料理。合わせるワインはシャトーラフィット・ロートシルト。ボルドーの名門赤ワインで鴨肉の濃厚な味わいと柑橘系のソースに絶妙にマッチするとのことです。そして3品目、チキンフリカッセ。チキンを白ワインとクリームソースで煮込んだ料理。合わせるのはモンラッシェ。ブルゴーニュ地方の白ワインでクリーミーなソースとバランスの良い酸味が調和するとのことです。そして4品目、ビーフウェリントン。フィレ肉をパテとデュクセルで包みパイ生地で焼き上げた料理。合わせるのはシャトー・オー・ブリオン。このボルドーの赤ワインはビーフのリッチな風味と完璧に調和する深みのある味わいを持っているとのことです。そして第5品目、タルトタタン。キャラメルでコーティングしたリンゴをパイ生地で覆って焼き上げた逆さまのタルト。合わせるのはシャトー・ディ・ケンヌ。ソーテルヌの貴腐ワインでタルトの甘さとキャラメルの風味に完璧にマッチしますとのことです。1860年代においてフランスの上流階級が楽しんだであろう美食体験を再現しています。それぞれのワインはその時代のフランス料理の華やかさと豪華さを引き立てますとコメントされました。皆さんはこのメニューに関してどうお考えですか？それではお口の中はこの料理のことを考え、そして耳は私が去年演奏しましたシャミナードのコンチェルティーノ、お楽しみください。
かがでしたでしょうか。最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。これからも美味しいものが大好きな私ならではの視点で素敵な音楽をご紹介していきたいなと思っております。この曲に合うメニューなんだと思うとか、逆にこのお料理だったら何の曲が合いそうなんていう質問もあったらぜひお寄せください。頑張って考えてみます。面白かったなと思ったらチャンネル登録、高評価、応援よろしくお願いします。そして通知をオンにしておいていただきますと新しい更新のお知らせが続々入っていくと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。